ご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。今、あるシステムにおいて物理的または科学的変化が起こっているとします。この時、変化の前後で必ず守られていなければならない法則があります。それは、物質の総質量や総エネルギーは変化の前後で変わらないということです。これをそれぞれ質量保存の法則、エネルギー保存の法則と言います。数式モデリングでは、これらの法則に従って物質エネルギーの収支を取り、数式モデルの基本式を設定します。そこで今日はまず物質収支についてお話しします。物質収支の基本は質量保存則ですが、通常は与えられたシステムにおいて着目物質の物質量またはモル数に対する収支を取ります。この変化には着目物質のシステムへの流入、システム内での化学反応による消失、システムからの流出に加えてシステム内での蓄積が関わります。時には着目物質の量を基準とした方が都合が良いことがあります。この場合、質量、キログラムなどのほか、着目物質が気体であるときには、圧力、パスカル、体積、立方メーターの変化に対して収支を取ります。この時の関係式は、単位時間あたりの物質量の変化である場合、1式のようになります。各項は、着目物質の物質量または量の変化の速度を表します。それでは例を使って説明します。最初の例は解分式攪拌層型反応器で起こる化学反応です。物質 A は攪拌層の溶液中で化学反応により別の物質へ変換されています。その反応速度 RA は A の濃度の1乗の大きさ、すなわち CA に比例します。反応液は完全混合状態にあるため CA は層内のどこでも同じ値となっています。液量は V です。それでは A について物質収支を取ります。この例では流入流出はないので、これらの速度項は0となります。よって2式のような収支式が得られます。ここで各項の単位を列挙すると次のようになります。これらはすべてモルパーミニッツという同じ単位を持っています。すなわち物質量の変化速度です。このことから各項が正しく設定されていることが確認できます。次回に詳しく述べますが、数式モデルの作成の時、各項の単位が同じであることを確認することは必ず行わなければなりません。2式を成立することで3式のような微分方程式を得ます。その解は4式のようになりますが、微分方程式の解き方については後の動画でお話しします。次の例は流通式攪拌層型反応器で起こる化学反応です。攪拌層へ濃度 CA の物質 A を含む溶液が体積流量 V で供給されています。完全混合状態にある攪拌層内に A が流入すると、その濃度は瞬時に CA になります。液中では A が反応速度 R イコール K×CA で別の物質へ変換されています。反応液は攪拌層から体積流量 V で外部へ流出しており、これにより攪拌層内の液量は一定値 V に保たれています。流出液中の A の濃度は層内の濃度と等しい値 CA です。ここで液体積を体積流量で割った値、空間時間 τ を定義します。今 A について物質収支を取ると5式のような収式が得られます。各項の単位をチェックしてみてください。すべてモルパーミニッツとなっています。これにより各項は正しく設定されていることがわかります。
5式を整理すると、6式のような微分方程式が得られます。式の下にあるのは初期条件です。この解は7式のように与えられます。この式の導出法についても後の動画で詳しく話します。ここで7式について考えてみましょう。この式を使えば反応層内の A の濃度 CA の時間変化を計算することができます。そこで7式へ t イコール0を代入すると CA イコール CA0 となります。これは初期条件と一致します。今、反応開始時に層内には体積 V の水が入っていると仮定します。すなわち CA0 イコール0とします。装置の運転を開始し時間が経過していくと CA は0から次第に増加していきます。では操作時間が長くなると CA は最終的にどのような値を取るでしょうか。そこで7式へ t イコール無限大を代入すると9式を得ます。CA は t の増加とともに0から増加し t が十分に長くなるとやがて9式の値に前進します。ここで CA が大きく変化している期間を非定常状態または動的状態と言います。一方 t が十分に大きく CA が一定となった時を定常状態と言います。この時 CA の時間変化すなわち dCA/dt は0となります。このことから7式は反応機の操作開始時の A の濃度が一定でないまたは不安定な状態と変動がなく安定な状態の両方を表すことがわかります。さらに層内で反応が起こらない場合について考えてみましょう。t イコール0の時、層内に体積 V の水だけ入っています。そこへ濃度が CA インの A を含む液が連続的に供給されます。この時、層内の CA はどのように変化し、最終的にどのような値を取るでしょうか。この場合、反応による A の消失がないので CA は次第に増加した後最終的に CA インの値を取るだろうと推測できます。それでは実際にそうなるかを調べてみましょう。7式において CA0 イコール0と起きまた反応が起こらないので K イコール0と起きます。すると7式は10式のようになります。この関数の形状から CA は t の増加とともに増加することがわかります。そして最終的に CA インへ前進することがわかります。実際のところ10式に t イコール無限大を代入すると11式が得られます。予想通りですね。さらに5式に戻ってみましょう。左辺の項は層内での A の蓄積速度を表していますが、この項が非定常状態の現象を表す元になっています。もし非定常状態には興味がなく、定常状態での CA のみを知りたいならば、物質収支式を設定する前に A の蓄積速度を11式のように0とします。今、11式を CA について解くと、微分方程式を解く方法を知らなくても12式のような定常状態値の式を簡単に求めることができます。以上のように数式モデルは与えられたシステムに対して物質収支式を立てて作られます。数式モデルが得られたらこの式から得られる解析的に求めた場合には解析解、数値的に求めた場合には数値解がさまざまな条件においてどうなるかを調べてみましょう。計算結果が推定したものと異なるならば、モデル式自体に解析解を求めた場合にはその式に間違いがあるので修正を行い、モデル式を完成させます。場合によっては、モデル式を作るよりもこの確認作業の方が時間がかかるかもしれません。以上、今回は数式モデリングの基礎、
物質収支についてお話ししました。その内容をまとめます。1、システムに対して数式モデルを作成する場合、物質収支を取ることが基本となる。2、物質収支式は次のような4つの速度項の組み合わせからなる。すなわち、蓄積速度、流入速度、流出速度、消失速度です。3、蓄積速度の項を含めるならば、非定常状態を含む現象の解析が可能である。4、蓄積速度の項を除外すれば、定常状態のみの現象しか解析できないが、式の処理が容易である。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画までごきげんよう。